芸能活動をする上で、固い信頼関係で結ばれているはずの韓国芸能人とそのマネージャー。しかし、そんなマネージャーに裏切られ、多くの財産を失った韓国芸能人がいることをご存知でしょうか。今回は、ファンも驚き心配したマネージャーと韓国芸能人の間で起こった金銭、財産関連の事件を紹介します。マネージャーに裏切られた韓国芸能人。複雑な韓国芸能界で生き残っていくために、所属事務所やマネージャーとの円滑なビジネス関係は大切にしていくべきことの一つです。しかし、信頼を寄せていたマネージャーに裏切られて財産を奪われてしまう事件が実際に起こってしまった例も少なくありません。事件は一体どのような内容できちんと解決にまで至ったのでしょうか。パク・ヨンハ。一人目は、現在も日本で愛され続けている俳優パク・ヨンハさんです。パク・ヨンハさんは、高校在学中の1994年に俳優として芸能界デビュー。代表作は、日本で韓流ブームを起こした元祖韓国ドラマ、冬のソナタであり、同作品では、ペ・ヨンジュンさん演じるカン・ジュンさんの恋のライバル、キム・サンヒョクとして登場しています。冬のソナタ出演後の2004年からは、歌手として日本を中心に活躍しており、2007年には日本ゴールドディスク大賞にてザ・ベスト・エイジアン・アーティストを受賞。2008年には同賞に加えシングル・オブ・ザ・イヤーを獲得しています。また、韓国では2008年に俳優として5年ぶりの復帰作となる主演ドラマオンエアに出演するなど、日本では歌手として評価され、韓国では俳優として活躍されていました。しかし、2010年6月30日に自宅にて亡くなっているのが発見されます。自ら、その人生に幕を引いたパク・ヨンハさんですが、その後、まさかの出来事に巻き込まれることに。パク・ヨンハさんが亡くなって、まだ1週間程度しか経っていないある日、彼の元マネージャーが、銀行預金の約2392万円を引き出そうとしたこと、さらに、所属事務所の約71万円相当の写真集と259万円にも上る遺品を窃盗したと報じられます。事件はそれだけにとどまらず、元マネージャーは、事務所の法人印鑑を盗み出し、後輩マネージャーと共にタイに国外逃亡。1年後には、何食わぬ顔でマネージャー業に復帰したという、あまりにも信じがたいものでした。結局元マネージャーが起訴されたのは、事件が起こってから約3年後の2013年。元マネージャーからは、反省の色は一切伺えず、私には預金を下ろす権利がある。写真集も遺品も個人を懐かしむために持っていったと、驚きの主張をします。裁判所は、元マネージャーに関するすべての罪において、懲役8ヶ月を言い渡しますが、これを不服とした元マネージャー側が控訴。最終的に、詐欺は未遂であり、盗品もすべて返還したことが考慮され、執行猶予で幕を閉じました。この一件は、今も、なお様々な意見が飛び交いますが、元マネージャーの行動は、あまりにも個人を侮辱するものだとの意見が多数。芸能関係は、この元マネージャーを、業界から永久追放とし、ビジネスの面で、二度と芸能人に接触することは許されなくなりました。ソン・ダムビ。二人目は、2022年に、元スピードスケート韓国代表のイ・デュヒョクさんと結婚を発表したソン・ダムビさんです。ソン・ダムビさんは、人気系ポップアイドルグループであるセブンティーンを輩出した芸能事務所、プレディスエンターテイメント出身。2007年に歌手として暗い愛をリリースしてデビューを果たし、女優としても活躍の場を広げます。事件が起こったのは、歌手として忙しく活動していた時期、防犯のための対策をすることすらままならない頃だったそう。自宅の暗証番号を教えて管理を任せるほど、彼女は担当マネージャーを家族と同じくらい信用していたんだとか。しかし、マネージャーは引っ越し業者を呼んでまで
ソン・ラムビさんが所有するすべての家具を大胆にも盗み出します。盗品の中には、クローゼットの中にあった下着も含まれているという、精神的にも大きな被害を被ったようです。マネージャーは、ソン・ラムビさんの自宅だけに飽き足らず、事務所内にあった監禁できそうなものまで持ち出し、捕まった時には、家具も含めたすべての盗品が売り払われた後でした。マネージャーはギャンブルにはまり、借金返済のために犯罪を犯したとされています。イ・ジュンギ。3人目は、日本にも多くのファンを持っている韓国俳優の一人、イ・ジュンギさんです。イ・ジュンギさんは、2001年に星の声に出演しドラマデビュー。その後も2006年に放送されたイルジメや、日本でもリメイクされた 2weeks に出演するなど、数々の名作に登場。2016年には、霊で、国民の妹と呼ばれる俳優であるIUさんと共演し、作中で繰り広げた、切なく激しい恋物語が話題となりました。安定した演技力は韓国国内のみならず、日本を含めたアジア圏内でも多くの支持を集めています。そんなイ・ジュンギさんは、過去に大金を稼いで経済感覚がなくなっていたと、お金に対する価値をまだよく理解していなかった頃に詐欺にあったことを告白しています。信頼するマネージャーにお金を預けていたというイ・ジュンギさん。しかし、数年後に確認してみると、尽力して稼いだはずの財産がなくなっており、結局、そのマネージャーが豪遊するために使ったと明かしています。告訴するまでに発展した事件でしたが、お前をここまでにしたのは俺なのに、退職金もくれないのか、と、反省の色は伺えず、イ・ジュンギさんは、信頼していた人物に裏切られたショックで、常に酔った状態でいたというほど、お酒に頼る生活をしていたそうです。パクスホン。最後にご紹介するのは、韓国のコメディアンであり、番組司会者も務めるパクスホンさんです。1991年にデビューしたパクスホンさん。CM 広告のキャラクターや広報大使、さらには音楽活動も行うなど、マルチに活躍するタレントとして有名です。数々の受賞歴を持つパクスホンさんですが、2021年3月に横領事件に巻き込まれたと公表。実の兄でもあり、30年もの間雇い続けたマネージャーが、妻と共に約10億円もの金銭を横領し、姿をくらましたと報道されました。パクスホンさんは、裏切られた立場にもかかわらず、対話することで円満に解決できるように働きかけたようですが、これを兄夫婦は拒否。結局、パクスホンさんは、家族に対して法的処置を取ることは避けられない状況になってしまいます。これに対し、実刑は、インタビューで、先に家族と関わりを絶ったのはス・ホンの方だと主張。パクスホンさん自身の保険に関することで衝突した兄弟は、2020年6月から顔を合わせることもなかったと話し、横領に対する疑惑も否定しました。パクスホンさんが自身名義の資産もないと主張したことにも、本人名義のマンションが3棟もある。商業用テナントのオーナーでもあり、これは兄弟で投資した法人名義のものだが、テナント料のほとんどは彼のカード代に使われていると指摘しています。現在は兄夫婦を相手取って刑事告訴を行い、事件に関する調査が進められている状態です。また、パクスホンさんは2021年に23歳年下の一般女性との結婚を発表しており、少しでも早く問題が解決することが望まれています。まとめ。今回は、信頼を寄せていたマネージャーから裏切られた経験を持つ韓国芸能人4名をご紹介しました。いかがでしたか？金銭トラブルを乗り越え、現在も第一線で活躍する俳優の方や、新たな幸せをつかんだ芸能人の皆さん。応援するファンのためにも、このような裏切りが二度と起こらないことを願っています。